この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は禁断のテーマ、上達への近道、絵が早く上手くなる方法についてお伝えしていきたいと思います。こういった活動をしていると、皆さんから数多くの絵に関するお悩みをお聞きする機会があるんですけど、なんといっても一番多い質問がですね、どうやったら早く絵が上達しますかという質問なんですね。10代の学生さんなんかは、周りの友達と比べて自分は絵の上達が遅いかもしれないということを気にされていたり、20代、30代の方は、自分は絵を描き始めるのが遅かった。だから今からでは遅いのではないか。なんて不安などから、皆さんやはり早く上達したい。上達への近道を知りたがるんですね。わかりました。今回はですね、そんな皆さんのご要望にお答えして、確実に、そして寄り道なしで絵が上達する方法、上達への近道をお伝えしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、絵を描くのは好きなんだけど、なかなか上達しないんだよね。私なんか、あの子よりも遠回りしているような気がする。そんな疑念や迷いを払拭して、上達への道をひた走ることができるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。さて、それではもう結論言っちゃうんですけど、上達への近道にはですね、次の3つのポイントを意識すると効果的です。人に見せる、たくさん書く、意味付けするです。順番にお伝えしていきますね。人に見せる。上達への近道、いろいろある中で、おそらく一番効果的なのがこれ。自分の絵を人に見せることです。自分が描いた絵を誰かに見てもらう。そうすることで絵は飛躍的に上達し続けます。でもこういうことを言うと、おそらく多くの人がこう思うかもしれません。周りに絵を見せられる人がいればいいけどさ、自分はそういう知り合い全然いないんだよね。だから人に見せるなんて無理だよって。はい、もちろんですね、身の回りに絵を見せられる人がいればそれに越したことはありませんし、その上で的を得たアドバイスをくれる人なんかがいたらラッキーでしょう。でもね、ここで重要なのはそういうことではありません。なぜかというと、上達に効果的なのは、身の回りに絵を見てくれる人が実際にいることでも、誰かに的確なアドバイスをもらうことでもありません。それよりも、この絵は人に見せるんだと強く意識して描くこと、その行為そのものが大事だからです。例えば皆さん、こんなことはありませんでしたか？一生懸命絵を描いて、よし最高の絵が描けた、そう満足し、その絵を早速 Twitter に投稿。そしてしばらくした後で、あのツイートどのぐらいいいねされたかなってワクワクしながら見に行ったら、あれ全然いいねされてない。いや、そんなことよりもむしろ、何この絵、さっきあんなに最高だって思っていたのに、改めて見たらこの絵変じゃん。さっき描き上げた絵って、こんなに下手だったっけ？そんな風に投稿して初めてハッとすることってありませんでしたか？この現象を僕も今まで数限りなく経験してきました。これはなぜ起こるかというと、それまでこの絵最高ってね、超主観的に見ていたその作品を人に見せる直前、この絵他の人が見たらどう思うんだろうと改めて強く意識した結果、ようやく客観的な目で作品を見ることができるようになったからなんです。ただ皆さん、こんなことがあるとこう思っちゃいませんか？やっぱり自分には才能がないんだ。いい絵が描けたと思っても結局蓋を開けてみたら、こんなしょうもない絵しか描けないんだって。それ完全に間違ってますよ。むしろ逆です。そこで違和感を強く感じた分だけ、あなたは上達への近道ができます。なぜなら作品を客観視しただけで、それだけ強烈な違和感を感じられるだけの目をあなたは本来お持ちだからです。あとはその違和感修正するだけじゃないですか。僕は高校生の頃、お絵描きの意欲は高かったんですが、僕は山形の田舎育ちですから、周りに絵を描いているような友達はあんまりいませんでした。なので直接絵を見せられるような人っていうのは長い間いなかったんですね。そして今みたいにピクシブやツイッターなんかもありませんでした。絵を教えてくれる人なんかももちろんいません。じゃあ僕の場合はどうしたかというと、はがき投稿です。ゲームラボと MDN っていう雑誌に毎月毎月絵を投稿していました。当時は特にそれを計算でやっていたわけではなかったんですが、今思うとあれが初めて僕が強烈に人に絵を見せるということ
を意識した瞬間だったように思います。これを編集部の人が見たらどう思うだろう。笑ってくれるだろうか、びっくりしてくれるだろうか、褒めてくれるだろうか。どうしてもハガキが採用されたかった僕はそのことについて必死で考えました。そしてそう考えることで不思議と絵の違和感について気づくことができて、その違和感を修正しよう、そういうところにまで気を配ることができたんです。自分ではなくて誰かの視点に立って絵について考えてみることで絵を客観的に見るための訓練になっていたんですね。そして今思うとその時期僕はぐんぐんと絵が上手くなったように思います。たくさんの違和感に気づき、そしてたくさんの違和感を修正したからです。今は昔と違って人目につきやすいツールがたくさんあります。Twitter、インスタ、ピクシブ。でも皆さん果たしてどのぐらい SNS に投稿するときに人に見せるということを意識していますか？どのぐらいこれを見せたら人はどう思うだろうと考えながら絵を描いていますか？この色の組み合わせめっちゃ最高、めっちゃ綺麗。あれでも人から見たらどう見えるのかな？今回のデフォルメはめっちゃうまく描けた。でも待てよ、ちょっとやりすぎたかな？人から見たらこれはちょっと気持ち悪くなってないかな？よし、全身をうまく描けたぞ。でも待てよ、人から見たらこれちょっと画面の中に小さくまとめすぎたかもしれないな。人に絵を見せる、そう意識した時に感じた違和感分だけあなたは絵の上達の近道ができます。そしてその時にあれ俺こんなに下手なわけない、そう思ったらチャンスです。どんどんその違和感を感じ、そしてその違和感をなくすにはどうすればいいのか模索しましょう。きっとものすごい速さで成長できるはずですよ。たくさん描く。もうね、身も蓋もない話なんですけど、絵は描かなければ上達しません。これはね、絶対です。絵を全然描いていないのに絵が上手くなってしまった、そんな人を僕は一人も知りません。なぜか、それは絵が知識だけではなくて身体性を伴うもの、スポーツとある意味同じだからです。絵が上手くなるには線をとにかく練習するべきだよ。いやいやいや、そんなことよりも色が大事だよ。色の組み合わせをとにかく勉強するのが効果的だ。そんな風に色々なアドバイスがあると思います。そしてその全てのアドバイスに嘘はないですが、でもね、それが本当に今のあなたのためになるかというと、そればかりはやってみないと実はわからないんです。線を練習して劇的に絵が上手くなる人もいれば、ならない人もいますし、色を勉強して魅力的な絵が描けるようになる人もいれば、そうならない人ももちろんいます。それはなぜかというと、現時点で持っているあなたの能力値と人の能力値が全く違うからです。だから上手くなるためには、そもそも自分はどういう能力が優れていて、そしてどういう能力が足りていないのか、自分で自分の今の能力値を認識する必要があるんです。そのためには実際にたくさんの絵を描いてみて検証するしかやり方がないんですね。そういった意味でたくさんの絵を描くこと、それが絵の上達には欠かせません。でもここまで聞いてこう思う人もいるでしょう。やる気が起きた時は描けるんだけどさ、でも結局三日坊主になっちゃうんだよな。たくさん描くって言っても持続力がないから俺には到底無理なんだよって。はあ、何を言ってるんですか。持続力がない？飽き性？三日坊主で終わる？あなた本気で絵が上手くなりたいんですよね。ですね、それでも全然 OK です。いやいやいや、三日坊主最高じゃないですか。いやだってその時やる気になって少なくとも3日は頑張って絵が描けたんですよね。それで全然問題ありません。ただし一つだけ意識してみてください。それは三日坊主を何度もやること。いやですね、飽き性な人、一つのことをずっと続けられない人ってどんな人だと思います？ものすごく不真面目でだらけてしまう人ですか？全然違います。その瞬間瞬間で今持っている情熱を燃やしきるだけの瞬発力を持った人、持続型ではなくてパワータイプの人なんですよ。人には色々なタイプがあります。ずっと同じペースで走り続けられる人もいれば、そうじゃなくて一瞬でものすごいパワーを発揮できる人もいます。でもそれって短所でしょうか？そんなことはありません。めちゃくちゃ長所ですよね。だからそれでいいんですよ。好きなだけ休んで体力が回復したらまたあなたらしく全力でガー突っ走ればいいんですね。それならできそうじゃないですか？それに考えてみてください。たとえ三日坊主だとしても、それを何度か繰り返したらどうなりますか？三日坊主1回で終わったら確かに3日分の成果しか上げられませんが、5回やったら15日分、10回やったら30日分、そしてもし三日坊主を100
回できたら300日分ですよ。それってもう周りから見たらすごい量です。どこからどう見てもあなたは超すごい人ですよ。たくさん書くぞと意気込んでずっとそのペースで続けられたら最高ですが、たとえ三日坊主になっても大丈夫です。いや、そんなあなたはむしろ三日坊主でもいいんです。たくさん休んで体力が回復したらまた次の三日坊主、2回目の三日坊主を始めてみてください。あなたが上達するための近道に確実になるはずです。意味付けする。ただですね、ここまで聞いてこう思う人もいるかもしれません。いや、俺はちゃんとやってるよ。人に見せることも意識してるし、たくさん書いてもいる。でもなかなか上手くならないんだよ。どうすればいいんだよって。そんな風に思うあなたはきっと人一倍努力家で、おそらく他の人から見たらもうすでに絵が上手い人の部類に入っていることだと思います。でもまだまだ満足できない。そんな方だと思うんですね。実際ある程度絵が上手くなると、初心者だった時のように成長が感じられなくなってしまうことがあります。どんな分野でも初心者の時ってね、一番楽しいんですよ。だってちょっと勉強すればめちゃくちゃ上達します。やればやった分だけ、いや、やった以上に上達するのが初心者というものです。でもね、ある程度努力して中級者、上級者になるにつれて、なかなか自分では上達を感じられなくなってしまう。そういうものだと思います。今からお伝えする方法は、そんなある程度努力を重ねてきて、もうなかなか成長が感じられなくなってきてしまったという方におすすめな方法です。それは意味付けです。これは特にもうたくさん絵を描かれている方にこそ効果的です。絵をたくさん描いている方って、絵を描くこと自体に夢中になりがちなので、絵を描き終わった時、もうね、ヘロヘロになってしまうんですね。バタッ。そのまま寝落ちしている人もたくさんいると思います。でもね、それはちょっと損してます。なぜかというと、その日にやった練習の意味付けをできていないからです。僕も実は29歳の頃からですね、同じようにいまいち成長を感じられなくなってしまったことがありました。どんなに練習しても成長を感じられず、このままやっても無駄なのかもしれないなぁと思い始めていました。そんな時に始めてみたのがこのノートです。これですね、無印に売っているような小さなメモ帳なんですけど、ここにはですね、特に大した絵は描いていません。まあ簡単な図説なんかは書かれていますが、このノートを1回取るのにかかる時間は1分か2分ぐらいですね。例えば何が書かれているかというと、めっちゃ簡単なことです。例えばこのメモは絵を描いていて、こうやればうまくいくかもって思ったことを書きました。顔周りは他の部分と違って線を細く描くといいかも。その次のメモは自分の描いたイラストの過程を自負アニメで公開した時に考えたことなんですが、過程を公開するにはどんな意味があるだろうと自分に問いただしてみた時に、あ、俺は丸亀製麺のようなことがしたいんだな。つまり自分の絵を描いている過程を全部公開することで食べても大丈夫なものなんだよみたいな安心感を見ている人にプレゼントしたいのかも。そんな意味付けをしたメモです。こんな風に絵を描きっぱなしにするだけではなくて、今日やったことへの意味付けをしてみる。それだけで自分の中に確実に溜まっていくものがありますし、それが積み上がっていく感覚が持てるんです。確かに初心者の時のように一気に上達することは難しいですが、こうやって一個一個の気づきを毎日積み重ねることで、たとえ1日1個の気づきでも1年360日続ければ360個分だけ成長できちゃうんですよ。そしてこのメモをするときに僕が特に効果的だったなと思ったコツがあります。そのコツはですね、断言できることだけではなく、むしろ疑問をメモするということです。これは絶対大事なことだと確信が持てることだけじゃなくても大丈夫。むしろこれってこうじゃないかな、もしかしてここってこう書いた方がうまくいくかもなんていうかもの方がむしろ価値は高いかもしれません。なぜかというと、何々だと断言できることって結構他人から聞いたことだったりしませんか？それよりもあなた自身が感じたこと、考えたこと、発見したことが成長にとっては重要です。だってそれはあなた自身のものの見方、他の人が持っていないあなただけの強みである可能性が高いからです。何々なのかなって疑問が浮かんだら上達のチャンスです。すかさずノートに書き留めましょう。その疑問にたどり着いただけで今日あなたが絵を描いた意味があるんです。一日頑張って絵を描いたらそのままにせずに少しだけ今日描いた絵を振り返ってみましょう。そして気づいたこと、中でも疑問をノートに書き留めて、今日あなたがやってきたことに意味付けをしてみてください。何個も何個も書かなくても大丈夫。1個だけで十分です。たった一つの気づきですが、その1個が積もり積もって確実にあなたを高みへと押し上げてくれるはずです。共に頑張って何よりも楽しんで成長していきましょう。
のやる気、元気、直樹。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また、絵を効果的に上達させるには、作品の作り方や発表の仕方にもヒントがあります。そんな効率的に画力をアップさせてくれる作品の作り方を解説した動画、上達の極意、〇〇すれば絵が一気に上手くなるもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。